はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回は奇跡領域の完全パターン化ということで、苦手としている人が多い奇跡領域をこの動画1本見れば全ての考え方が身につきます。僕自身高校の時は奇跡領域ね、めちゃめちゃ得意で解けない問題なかったんですよ。なんでかっていうと、もう全パターンっていうものが入っていたから。皆さんもぜひね、奇跡領域の全パターンを押さえて得点源にしてほしいんですけど、いろんな角度からの演習も積みたいよっていう方は徹底基礎講座の方でも扱っているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。もう最初にね、奇跡領域のパターンの全体像っていうものをお見せします。これね、何のこっちゃわからないと思うので、実際の問題を通して一個一個確認していきましょう。じゃあまずね、問1から。点 A60B28 とし、AP=BP を満たす点 P の奇跡を求めようと。もうこれね、超基本問題なんだけど、ここにすごく重要な話があると。これは奇跡の問題でしょ。奇跡の問題っていうのが分かった時点で、ね、領域の問題もそうなんだけどね。点 P の奇跡を求めなきゃいけないのか、もう最初の最初に必ずやること。P をラージ X ラージ Y と置くと。もうね、これが全ての出発点。この奇跡を求めたいんだったら、この点 P をラージ X ラージ Y と置いてくださいねと。もうお約束なわけね。で、ゴールはって言われたら、ラージ X ラージ Y の関係式を出すと。このゴールまでしっかりと合わせて理解しておきましょう。ラージ X ラージ Y というふうに置いてあげて、この関係式を出せばもうそれが答えなわけ。だってね、例えば y=x2乗っていうグラフあるでしょ。y=x2乗っていうグラフはどういうね、点の集合ですかって言われたら、このね、y=x2乗上の点を xy っていうふうに置いたときに、この xy っていうのは y=x2乗を満たしてますよ。そういう点の集合ですよっていうふうに言えるよね。これと一緒。点 P を、これはね、ラージ X ラージ Y というふうに置いてあげて、その関係式を出してあげれば奇跡になるよねっていう話。この流れを意識しておきましょう。なぜね、スモール x スモール y じゃなくてラージ X ラージ Y になるかというと、後々ね、こんがらがるからっていう話なんですけど、それは後で見ていきます。じゃあ、今回の場合で言うと、AP=BP。こいつを使ってラージ X ラージ Y の式を出していきたいなっていうふうになるよね。これ2乗っていう風にすることによって後々ルート消すことができるので AP2 乗=BP2 乗。AP、BP がどっちも正だからね、2乗できるんだけど、これを使ってあげると AP2 乗はラージ X-6 の2乗プラスラージ Y の2乗と。ね。これとこれの距離だからね。で、BP の2乗はラージ X-2 の2乗足すラージ Y-8 の2乗と。こういう風になって、これで展開すると2乗の項が消えてごちゃごちゃやってあげると答え。ラージ x-2 ラージ y プラス4イコール0と。こういう風になって。最終的にはね、xy 平面に戻してあげると、x-2y プラス4イコール0という風になるわけね。この問題ね、もちろんこれ、60と28の垂直二等分線なわけだから、この中点と傾きを求めることもできるんだけど、こういうふうに求めて同じふうに答えを出すことができるわけね。ということで、最初ね、奇跡領域上の点をラージ X ラージ Y と置いて、ラージ X とラージ Y の関係式を求める。これがね、もうすべての出発点。しっかりとこれを押さえておきましょう。じゃあ次に、パラメーターが出てきたらどうするのっていう話をやっていきます。ここね、パラメータを消去するっていう話から入るんですけど、問題2番。実数 t について、点 p、t-1、t2 乗プラス 2t の奇跡を求めようと。これも基本問題だよね。点 P の奇跡を求めなさいって言われたらどうするの？はい、もちろん P をラージ X ラージ Y と置くと。で、その上でラージ X とラージ Y の関係式を出していきたい。で、今回点 P がこういうふうに与えられてるわけだから、このことからラージ X が t-1、ラージ Y が t2 乗プラス 2t ということがわかるわけでしょ。で、ね、こういうふうにt っていうラージ X ラージ Y 以外の文字、媒介変数、パラメータとも言う。そういうパラメータが入ってきてるわけだから、その場合どういうふうに考えればいいのか。もうすごいシンプルね。ラージ X とラージ Y の関係式出したいんでしょ？ t 邪魔だよね。じゃあ t を消せばいいと。はい。消去。パラメータを消去しましょうねっていう話になるわけ。そしたらもう簡単でしょ？このラージ X イコール t-1 で t イコールラージ X プラス1っていう風になるわけだから、代入して消去できるよね。ラージ Y イコールラージ X プラス1の2乗プラス2カッコラージ X プラス1と、こんな感じで消去してあげて、
ラージ x2 乗プラス4ラージ x プラス3というふうになる。これね、ラージ y イコールこれを小文字に戻してあげて、答え y イコール x2 乗プラス 4x プラス3というふうになるわけ。もう非常にシンプルでしょ。xy と置いて xy の関係式出したいから t 消去してあげよう。以上。こういうふうにね、求めていくことができるんだけど、実はですね、こういう考え方だけだと解けない問題だったり、不可解な現象っていうのが起こってくるのね。どういうことかというと、この問題3見てみましょう。実数 t について点 p、t2 乗、t4 乗 -2t2 乗の軌跡を求めよう。同じように考えていけばいいね。p をラージ x、ラージ y と置くと。そうすると、ラージ x イコール t2 乗、ラージ y イコール t4 乗 -2t2 乗というふうになる。で、これ消去すればいいんだけど、ね、t4 乗っていうのは t2 乗の2乗だから、これ代入してあげればいいね。そしたら、ラージ y っていうのは、ラージ x の2乗、ね、t4 乗は t2 乗の2乗、マイナス2ラージ x と。よって答え y イコール x2 乗 -2x だ。っていうふうにやるとね、これね、×だね。なぜかというと、これ、ラージ x イコール t2 乗でしょ。そうすると、この t2 乗っていうのは絶対0以上なわけ。この時点で、ラージ x も0以上じゃなきゃいけないよねっていう風になるわけね。要はラージ x は負になり得ないと。よって答え y イコール x2 乗 -2x のうち x が0以上の部分っていうこういう条件が加わってくるわけ。これがね、なぜっていう話だね。消去するだけでいいんじゃないの？でも実はね、消去が本質じゃないっていうことがこの問題からもわかるね。ということで、これね、まず奇跡領域上の点を xy と置いて xy と y の関係式を求めていく。でももしパラメーターが出てきたら、パラメーター邪魔だから消去するっていうふうに考えるのは三角なのね。三角と。じゃあね、正しい考え方はって言われたら、パラメーターの存在条件を求めると。この存在条件っていうのはキーワードなわけ。それについて今度は見ていきます。存在条件。問題4番。実数 t について直線 y イコール 2tx プラス t2 乗の通過領域を求めよう。領域でしょ？こういう問題の場合、領域内の点をラージ x ラージ y と置くことから始めるよね。で、このラージ x ラージ y の関係式を出していきたい。これね、y イコール 2tx プラス t2 乗っていうものの直線上にラージ x ラージ y があるわけだから、このね、y と x にラージ x ラージ y 代入して成り立つってことでしょ。だからこういう関係式が成り立ちますよっていうふうになるよね。で、ラージ x とラージ y の関係式出したいわけで t が邪魔だっていうふうになるんだけど、この一本の式で t 消去しようないでしょ。t の消去っていうふうになるわけ。だって一個の式で t 消えないよっていうふうになるよね。ということで、消去っていう風に考えてたらこの問題は解けないわけ。ということで、今からね、話す考え方っていうものをしっかりと理解していきましょう。まずね、このね、直線っていうものがいろいろね、動いていくわけでしょ？ t イコール0の時、よくわかんないけど、こういうやつ。t イコール1の時、こういうやつ。こういうやつ。みたいなね。適当に動いていくわけ。ね。こういう感じで適当に動いていくんだけど、じゃあこれをね、全部の場合について考えたらどうなるっていうのはちょっと難しいよね。イメージしづらい。じゃあ、どう考えるかというと、逆に領域から攻めちゃう。ね。よくわかんないけど、領域っていうものが答えあるんでしょうと。ね。領域っていうのは答えあるんでしょう。じゃあ、この点ってその領域に含まれてんの？含まれてない。じゃあ、この点って領域に含まれてんの？含まれてる。みたいなことを繰り返していって、最終的にこの形っていうものを見ていきましょうと。そういうアプローチをするわけ。例えばね。じゃあこの直線の通過領域内によくわかんないけど40って含まれてんのと。ね。40は含まれる？こういうふうに聞いてみましょう。そしたら、40、とりあえずね、代入してみないとわかんないな。0イコール4代入すると 8t プラス t2 乗。ね。8t プラス t2 乗。そうすると、ね、t かっこ t プラス8イコール0で、t イコール0とマイナス8になる。ね。この t イコール0マイナス8っていうのは何かというと、別にこの数字が大事なわけじゃなくて、t イコール0マイナス8っていう実数が存在していることが重要なわけ。
存在が重要。すなわち、ね、40は含まれますかっていう問いに対しては、t イコール0の時とかは、例えばね、40通りますよ。t イコールマイナス8の時も通りますよ。だから、ね、40は含まれますっていうふうになるわけ。OK。じゃあ同様に、0マイナス2は含まれるっていうふうに考えてみる。そうすると、0マイナス2か。わかんないけど、とりあえず代入してみましょう。そしたら、マイナス2イコール0代入して t2乗になるでしょ。t2乗イコールマイナス2。これを満たす t ってないよね。t はない。ということは、0マイナス2は含まれないと NG ということがわかるわけ。40は含まれるけど、0マイナス2は含まれませんよと。こんな感じでアプローチしていくわけ。で、今ね、知りたいのは、このラージ X ラージ Y っていう風に置いたときに、どういうラージ X ラージ Y だったら領域内に含まれますかっていう話でしょ。とすると、同じように、これラージ X ラージ Y は含まれるっていう風に考えてほしいわけ。これって流れとしてはね、代入して t があればいいよねっていう話でしょ。ね、t があるか。つまり t についての方程式と。こういう風に見てあげるわけ。よろしいかな。で、しかもね、ラージ X、ラージ Y について考えてあげると、今までの流れね、40は含まれる、0マイナス2は含まれるっていう流れなわけだから、これ何かしらの数字が入ってることを前提としてるよね。だから、ラージ X、ラージ Y を含まれる、このラージ X、ラージ Y は定数なわけ。定数として考える。で、この定数がどういう条件を満たしてれば、この領域内に含まれてるかっていうことがね、分かればいいわけ。ね、t についての方程式で、ラージ X ラージ Y は定数として考える。そうすると、この式って当然、t2 乗プラス2ラージ xt マイナスラージ Y イコール0。こういう形に直したくなるでしょ。ラージ X もラージ Y も定数なわけ。π と一緒ね。π と一緒。ね、2tπ って嫌でしょ。2πt にしたいでしょ。のと一緒。t の2次、1次、定数項っていう順番に並べたくなる。で、このラージ X、ラージ Y が含まれるためにはどういう条件を満たせばいいかというと、この t が存在する条件、ね、二次方程式の解が存在するための条件ってことは、判別式が0以上と。今回は、ここ2があるから、4分の d が0以上っていうふうにすればいいんだけど、よって、ラージ X2 乗、半分の2乗、マイナス AC、プラスラージ Y が0以上。これね、小文字に戻して移行してあげると、y 大なりイコールマイナス x2 乗と、こういうふうに求めることができるわけ。まとめると、これね、領域内の点をラージ X、ラージ Y と置いて、こういうふうに式を立てたでしょ。で、ここで考えてほしいのが t の消去ではなくて、実はね、t の存在条件なわけ。t が存在するようなラージ X、ラージ Y の関係式っていうものを求めてあげてるわけだよね。っていうのも、ここの答えで、ラージ X、ラージ Y に、例えば40は含まれる、40を入れた場合、t が存在すれば含まれますよ。0マイナスには含まれる、t がないので含まれないですね。っていうのがわかる。じゃあ、ラージ X、ラージ Y は含まれるっていうふうに考えたときに、式が立つわけでしょ。パラメータを含む式が出てくる。で、これを満たす t が存在すれば、そのラージ X、ラージ Y は通りますよね。っていうふうになるわけ。で、その時に、そのパラメーターについての方程式で、このラージ X、ラージ Y は定数として考えてくださいねっていうこと。この問題もね、一番最初何するかというと、領域内の点をラージ X、ラージ Y と置くと。これはね、すべて共通なね。で、その上で式を立ててあげてください。式を立てると、ラージ X イコール X プラス Y、ラージ Y イコール XY と。こういうふうになるよね。で、今回、ラージ X とラージ Y の関係式を出していきたいわけだから、X と Y が邪魔なのね。邪魔。ということで、X と Y を消去するのかっていうと、実は本質は消去じゃなくて、存在条件だけね。じゃあ、例えば、例。これ、32を通りますか ?32 を含むかっていうふうに聞かれたときに、じゃあ、x プラス y が3で、xy イコール2を満たす xy があればいいんですよ、と。ね。これは、これね、この形見たら、解と係数の関係使いたくないでしょ。t2 乗マイナス 3t プラス2イコール0の2回。t マイナス1、t マイナス2イコール0っていうふうに因数分解できるから、t イコール1、2か。
ということは、ね、x が1、y イコール2っていうような xy の時に3、2を通りますよ。まあ、だから含むってことね。で、何が重要かというと、1、2っていうのは大事じゃないの。t が存在するっていうのが重要でしょ。t が存在。これが重要なわけ。ということで、3、2を含むか、ね、他も0、マイナス1を含むか、4、4を含むか、その流れでラージ X、ラージ Y を含むか、ね、どういう条件だったらラージ X、ラージ Y を含んでくれるのか、これが分かればいいわけね。ということで、今回もラージ X、ラージ Y は定数として見てあげる。で、それを満たす XY が存在すればいい。すなわち X と Y を解いてあげるわけだから、X と Y が未知数ね。スモール x とスモール y が。こういう風に常に意識していく。そうすると、結局求めたいのは x プラス y イコールラージ x、xy イコールラージ y。これを満たす xy ね、が存在すれば OK。で、このラージ x、ラージ y っていうのは π みたいな定数ね。っていう風に考えると、まあ、この x プラス y イコール3、xy イコール2と全く同じことをやってあげればいいんでしょ。まあ、解と係数の関係使いたいな。t2 乗マイナスラージ xt プラスラージ y イコール0の2回が t イコールスモール x スモール y というふうになるわけでね。で、これを満たすスモール x スモール y が存在すればいいわけだから、言い換えると、この二次方程式が実数解を持てばいいと。よって、この判別式、ラージ x2 乗マイナス4ラージ y が0以上。ね。まあ、移行して割ってあげると、y 小なりイコール4分の1ラージ x2 乗。小文字に直してあげると、y 小なりイコール4分の 1x2 乗が答えになるわけです。ということでね、この全体像に戻ると、まずラージ x ラージ y とおいて関係式を求めるパラメータが出てきたら消去するわけじゃなくて、このパラメータの存在条件を求めるんだよと。で、その時、パラメータが未知数。で、このラージ x ラージ y は定数として考える。それはなぜかというと、ね、1、3は含まれますかね、パラメータ、このね、未知数が存在すれば含まれますよ。その流れでラージ x ラージ y は含まれますかっていう風になるわけだから、こっちが定数で、こっちが未知数で考えていくと。じゃあね、気になるのが、あれでも消去する、パラメータを消去で結構な問題って求められるんじゃないですかっていう話だね。このパラメータの消去とパラメータの存在条件、この関係性はっていうことをしっかりと理解してほしいわけ。関係性ね。そこで出てくるのが、この同値性という考え方。同値性。これね、めちゃめちゃ重要。これ奇跡領域に限らずね、考え方としては重要なので、必ずマスターしてください。じゃあ、実際にまたこれも問題を通して見ていきます。問題6。連立方程式、これとこれを解け。ね。こんなん簡単だよっていうふうに思うかもしれないんですけど、面白い話があるんです。まあこれね、特に当たって方程式だから文字消去していきたいよね。方程式は文字消去が基本。そうすると、丸1より y イコールマイナス 2x プラス10っていうふうになるよね。これが丸1ダッシュ。で、を丸2に代入するわけだよね。そうしたら、y を消去することができる。で、こういうふうになって、あとはもうちょっと計算省略するけど、これを解いてあげると、x イコール3と5というふうになるわけね。で、ここからね、x イコール3、5、丸1ダッシュに入れてあげて、xy は x が3の時は4、x が5の時は0というふうになるわけね。まあ、これがね、答えなんだけど、仮に丸2に入れてみましょう。丸2に入れてあげるとどうなるか。x イコール3の時っていうのは、ね、これ9になって移行して16でしょ。y っていうものは、ね、2乗して16っていうのは4じゃなくて、プラスマイナス4だよね。で、x が5の場合はって言われたら、まあ、25移行して y2 乗が0だから y は0と。こういうふうになるわけ。これらを比べてあげると、3マイナス4の場合っていうのが余計に出てくるんだよね。なぜこのね、3マイナス4が余計に出てきちゃうのかっていうのがポイントね。そのためにまずね、集合と命題のすごい簡単な話から始めていきます。A ならば B。この A ならば B ってどういうことっていうふうに思ったときに、A であるならば、絶対 B だよっていうふうに言えるわけでしょ。これすなわち A ならば B って A が小、B が大っていう関係が成り立ってますよっていうことなの。B の中に A がいるわけ。だから A の中だったらね、
A の中ですよっていうふうに言われたら、じゃあ B の中でもあるよねっていうふうに言えるわけ。なぜかというと、B の中に A がすっぽり入ってるから、小大の関係になってるから、このね、A ならば B が小大、ね、小大の関係になってるってことは必ず押さえておいてください。小大、小大、小大ね。とすると、これね、①かつ②っていうものをどんどん変形していく中で、A ならば B だよね。A ってこれね。これならば B だよね。これならば C だよね。っていう風にやっていく中で、小大、小大、小大の関係がどんどんね、成り立ってって、要は、本当だったらね、元々の A っていうものは、実際の答えは3450なはずなんだけど、これにどんどん広がっていった結果、3-4っていうものが入ってきちゃったっていうことね。A ならば B、B ならば C、C ならば D っていうのを繰り返すことによって余計な答えが出てきてしまった。ということで、これをね、しっかりと除外するための手法っていうのが同値性の意識なわけ。この同値性っていうのは何かというと、ね、A ならば B だったら小大なわけでしょ。小大。でもそれと同時に B ならば A っていう風に成り立っていれば、これ小大なわけでしょ。あれ ?B が大きいの ?B がちっちゃいのどっちなのっていう風になるでしょ。これ実はね、小大っていう関係ではなくて A と B が全く同じということなわけ。これね、A イコール B であれば A ならば B っていうのは絶対成り立ってるよね。A が成り立ってるんだったら、だって A と B 全く一緒なんでしょ。じゃあ B も成り立ってるっていうふうに言えるでしょうって言えるよね。これが常に A イコール B である。すなわち A ならば B でもあり、B ならば A であると。この2つが満たされているように常に変形していくことによって、これ余分なこの 3-4 っていうものが含まれないよっていう話になるわけね。で、ここでね、もうすでにね、よく知られてる代入性の原理っていうのがあるのね。これはもうね、理屈抜きにもう押さえちゃってください。①、②っていう2つの式があるとします。これを①式を②に代入して、ね、②が③に変形しましたよというふうに言える場合は、これね、代入元の式が残るわけ。これが同値。これをしっかりと押さえてね。代入元が残る。これね、実は理屈考えたら当たり前なんですけど、これとね、同値なのは①かつ③。①かつ②と同値なのは①かつ③であって、②かつ③とは同値とは限らないと。同値の場合もあるんだけど、同値とは限りませんよっていうことが知られてるね。代入性の原理。もうね、大事。もう A ならば B だったら小大の関係になってる。で、常に同値をね、意識する場合、①かつ②は代入元の式が残る。この2つはね、必ず押さえておきましょう。そうすると、今回の場合で言うと y イコール -2x プラス10と x2 乗プラス y2 乗イコール25っていう2つの式で代入してあげたわけでしょ。そうしたら、ここの部分が、ね、x だけの式になって解いたら x イコール3と5っていう風になったわけだけど、こいつをこいつに代入しちゃいけないわけ。なぜかというと、残ってるのは代入元の式だからね。こいつが残ってるわけ。ね、こいつはもう一旦代入によって消滅してるわけね。こいつとこいつと代入してあげたことによって、こいつが消えたら、ね、残るのは y イコール -2x プラス10と x イコール35だわけだから、こいつに代入してあげないと当然ね、変な答えが出てきてしまうリスクがあるよねっていう話。このことをしっかりと押さえておいてください。そうするとね、今までのこの問題2とか、あと問題3とかの話がすごくね、よく理解することができると。実数 t について点 p、t-1、t2 乗プラス 2t の軌跡を求めようっていうふうに言われたら、さっきと同じようにね、ラージ x、ラージ y っていうふうに置いてあげて式を立てるわけだけど、ね、ラージ x イコール t-1、ラージ y イコール t2 乗プラス 2t。さっきの話ね。パラメーターがありますと、パラメーターを消去。この問題はそれで解ける。でも、本質はパラメーターの存在条件でしょ。だから、この t が存在してほしいと。で、これね、論理記号でこういう風に書くんだけど、ね、これ、カタカナのよみたいなのはよじゃなくて、e をひっくり返したね。e は exist、存在するの頭文字を取ってあげて、それをひっくり返したものなんだけど、こうすることによって t が存在してほしいですよ。そういうラージ x、ラージ y の条件を考えてあげてくださいねっていう風に表すことができるね。
まあこういう論理記号がありますよと。まあ厳密に言うと大学の範囲で高校の範囲超えてるけど、まあ、これを使うことによってすごく見通しが良くなるね。これで、ラージ X とラージ Y は定数なんでしょ？定数で、この t が存在してほしい。じゃあね、同値を意識して変形してみましょう。まず、t イコールっていう関係が出てくるよね。t イコールラージ X プラス1と、まあ t2 乗プラス 2t イコールラージ Y。これを満たす t が存在すればいいと。で、今ね、この t イコールラージ X プラス1の t を代入してあげたわけだね。そうするとどうなるかというと、ね、ここの部分が、まあ、ラージ Y イコールラージ X2 乗プラス4ラージ X プラス3になったわけよ。さっきの答えね。で、残るのは代入元の式ね。こいつが残るわけ。代入元が残る。で、こいつを満たす t が存在してくれればいいわけなんだけど、これね。まあ、さっき答え y イコール x2 乗プラス 4x プラス3でしょ？こいつを満たす xy があれば、絶対 t って存在するよね。ね、例えば、これ x イコール1で y イコールじゃあ8。ね、y イコール8です。これを満たす t って存在しますかって言われたら、1代入したら t イコール1たす1で2存在しますって言えるよね。同じように、じゃあ0と3。これを満たす t ある？まあ0たす1で存在するっていうふうに言える。これね、絶対存在するに決まってるの。なぜかというと、x と y があれば、ね、x と y があれば、ここに代入するだけで t って出てくるでしょ？ね、t が存在しないってありえないじゃんっていう話。よって答え。ここの部分で存在条件っていうのがクリアされるから、答えが y イコール x2 乗プラス 4x プラス3というふうになるわけね。ここのね、からくりっていうものが、この t イコールっていう形で代入したからね。これがすごく重要。t イコールホニャララっていう形で t を消去したのね。そうすると、残りの部分の式について、まあ、x とか y とかっていう関係式が出てくるわけだけど、これを満たす xy さえ存在すれば、そういうものね、xy をここに代入してあげれば、絶対 t って存在するわけ。とすると、t イコールなんとかって形で t を消去したならば、t の存在条件はクリアされるね。絶対存在するよっていうふうに言えるわけ。よろしいかな？だから実はこの時点でね、t イコール x プラス1で代入した場合、代入元の t イコールなんとかっていう形は残るんだけど、もうその時点でここの存在条件はキャンセルされて、これが答えというふうになるわけね。じゃあ続いて問題3を見ていきます。実数 t についてこの軌跡を求めてくださいと。まあこれも同じようにラージ x ラージ y っていうふうに置いてあげると、ラージ x イコール t2 乗、ラージ y イコール t4 乗マイナス 2t2 乗というふうになって、これを満たす t が存在すればいいんでしょ？存在するようなラージ x ラージ y の関係式を出していきたい。そうすると、まあこれね、t2 乗イコールラージ x っていうものをここに代入してあげたと。そうすると、結局、ラージ y イコールラージ x2 乗マイナス2ラージ x という風になるわけだけど、代入元の式が残るね。で、さっきと違うのが t イコールっていう形じゃなくて t2 乗イコールなわけ。そうしたらね、これを満たすラージ x ラージ y というものが存在すれば、絶対 t が存在するよっていうのは言い切れないよね。なぜかというと、ラージ x っていうのがマイナス1とか来ちゃったら、t ありませんねっていう風になっちゃうからね。ラージ x イコールマイナス5、t ないね。じゃあ、どういうラージ x だったら t って存在するのっていう風に言われたら、ね、ここの部分の存在条件を考えてあげれば、ラージ x が0以上ならば、t は存在という風に言えるので、結局、これに加えて、このラージ x が0以上という条件が加わりますよってことがわかるね。こんな感じで、本質は存在条件。で、その下で、同値性を意識してあげる。代入元の式は残るよねっていう風に考えていくことによって、このラージ x 大なりイコール0っていう条件が出てくるのは当たり前だという風になるわけ。不可解な現象じゃなくなるの。じゃあそれに関連して問題7。実数 xy が x2 乗プラス y2 乗小なりイコール2となるとき、点 x プラス yxy の軌跡を求めてくださいと。まあこれも一緒。ね、点の軌跡をラージ x ラージ y という風に置いてあげる。そうすると、ね、式としては、ラージ x イコール x プラス y。もう入れ替えるか。x プラス y イコールラージ x で xy イコールラージ y。かつ、ね、この xy ね、の関係式としては x2 乗プラス y2 乗小なりイコール2と
こういう風になるでしょ。で、今ね、求めたいのはラージ X とラージ Y の関係式。で、パラメーターとして余計なものね、X、Y っていうものが存在してるわけだよね。ということで、X と Y を消去じゃなくて、X と Y の存在条件を考えていく。で、ラージ X とラージ Y は定数なわけ。じゃあ、どうするかというと、このね、X2 乗プラス Y2 乗っていうものは消去できるでしょ。X プラス Y と XY を使って。これね、X プラス Y の2乗マイナス 2XY になってるわけだから、代入してあげれば OK。X プラス Y イコールラージ X、XY イコールラージ Y と、ここの部分に代入したら、ラージ X2 乗マイナス2ラージ Y ね。っていう風に変形されるわけね。まあ、こういう風になる。大事なのは、代入元は残るわけね。これがすごく重要。で、これあるあるなんですけど、この問題でね、x2 乗 -2y 小なりイコール2っていう風に答えをね、出してしまうっていう方が多いんですね。で、よく参考書に、こういう風に対称式で表される場合、ね、x2 乗 -4y 大なりイコール0っていうのを忘れないようにしようみたいなね、もう鉄板としてね、あるんですけど、もうこれ、覚えるもんじゃなくて、当たり前なの。出てきて当たり前なわけね。代入元の式が残るわけで、まだね、x と y の存在条件っていうものはクリアされてないわけだから考えなきゃいけないよね。すなわち、ね、この x と y が未知数なわけだから、t2 乗マイナスラージ xt プラスラージ y イコール0の2回が t イコールスモール x スモール y と、これを満たす xy が存在してほしいっていうことは、この判別式が0以上と。ね。t イコールラージ x2 乗マイナス4ラージ y が0以上と。こういう条件が加わってくるんだよ。よって、ね。これを満たしていれば、x と y は存在するわけだから答え。これかつこれ。こういう風に式変形だけで、ね、同値性を意識するだけで確実に問題が解けるようになるわけね。まあ、ということで、奇跡領域上の点を xy と置いて x と y の関係式を求める。で、パラメーターが出てきたらパラメーターを消去するっていうのでも解ける問題はあるんだけど、原則、存在条件っていうのが本質ですよと。で、パラメータを消去するってじゃあどういうことだったのっていう話なんですけど、同値性を意識すれば当たり前。小大の関係が成り立っているっていうことと、あとは代入元の式が残るっていうことを意識しながら変形していくと、t イコールっていう形で t を消去、ね、パラメータを消去してあげれば、必然的に t の存在条件はクリアされるんだと。だからパラメータを消去するっていう考え方でも解ける問題が一定数あるんだと。一方で t2 乗イコールっていう形で消去した場合っていうのは、ちゃんとね、t の存在条件っていうものをクリアされないわけだからちゃんと考えていかなきゃいけない。ね。対称式で消去した場合についても同様なんだっていうことが理解してもらえたんじゃないかなと思います。実はですね、ここまで押さえれば、奇跡領域のね、すべての問題解けるようになるんですよ。ただ、問題によっては、めちゃめちゃ大変になることもあるね。ということで、めちゃめちゃこのね、考え方だけだと大変になる場合に、順増法っていうね、一文字固定的な考え方を使っていくと、これをしっかりと最後に理解して、すべての問題に対処できるようにしておきましょう。ただね、この順増法の考え方も、実は存在条件と一緒なわけね。そのことについても見ていきます。じゃあ、実際の問題。問題8。次の範囲の t について直線 y イコール 2tx-t2 乗の通過領域を求めよう。括弧1が全実数 t が動く場合。括弧2が t の絶対値が1以上の範囲を動く場合。ね、この領域を求めていきたいと。じゃあ、ね、今までの考え方を使うなら、通過領域上の点をラージ x ラージ y と置く。で、この関係式を出していきたい。じゃあこれね、どういう式が出てくるかというと、代入してあげます。ラージ y イコール 2t ラージ x マイナス t2 乗と。ね、こういう風になって、この t の存在条件を考えていきたいわけだね。で、ラージ x ラージ y が定数で t がね、未知数なわけだから、t2 乗マイナス2ラージ xt プラスラージ y イコール0みたいな形で整理してあげて、括弧1の場合ね。これを満たす実数 t が存在すればいいので、判別式、ラージ x2 乗マイナス y 大なりイコール0と。まあ、こんな感じで楽勝で解くことができるわけだね。で、括弧2番。t の絶対値が1以上。っていうことは、t2 乗マイナス2ラージ xt プラスラージ y イコール0を満たす。これね、t の絶対値が1以上となる t が存在すると。こういう風に言えればいいわけね。まあ、これって何かっていうと、解の配置問題ね。そうでしょ？ t の二次関数があって、それを満たす t のこういう t がね、
存在してほしいと。解の配置問題。でもね、この解の配置問題、かなりね、難しいのね。なぜかというと、まずその配置のね、場所っていうのが、絶対値大なりイコール1っていう風に両端になっている。っていうちょっとね、歪な形っていうのが一つ。あと、t が存在するっていうのは、解が一つの場合と二つの場合っていう、ね、どっちの場合も含んじゃってるわけだから、それをしっかりとね、場合分けして求めていくっていうのは、かなり難しいわけ。でも、解けるっちゃ解けるんだよ。解けるっちゃ解けるから、まあそれでね、ご利用しして解きたいですっていう方はそれで大丈夫。でも、今回せっかくなので、順増法という考え方を学んでいきます。順増法っていうのはどういうふうに考えるかというと、これね、もうパターンなんだけど、ここまでは OK。ね、ラージ x ラージ y で、ラージ y イコール 2t ラージ x マイナス t 2乗というふうに式を立ててあげる。で、ここからね、t が変数で、ラージ x ラージ y が定数だから、こういうふうに直してあげたんだけど、今回こういうふうに直しません。ラージ y をあえて左辺に残しておきます。そうすると、ね、ラージ y イコールマイナス t 2乗プラス2ラージ xt というふうになるよね。なぜラージ y を残したのかっていう話。これはね、後で全て繋がってきますからね。まず、今までの考え方っていうのは、まあこういうふうにね、領域が適当にあって、これ含むこれ含むこれ含むっていうふうに点単位で考えてたでしょ。でも今度はね、点単位で考えずに、こういうふうに縦で切ってあげるわけ。x イコール1。x イコール1であるとき、この y の範囲っていうのはどっからどこまでですかっていう風になるよね。そうしたらどうなるかというと、ね、x イコール1代入します。はい。y イコールマイナス t 2乗プラス 2t っていう風になるでしょ。x イコール1代入したら、ここ1だからね。マイナス t 2乗プラス 2t。じゃあ、これを満たすね。y っていうのはどっからどこですかって聞かれたら、マイナス t 2乗プラス 2t の地域に対応するわけだね。よろしいかな。マイナス t 2乗プラス 2t の地域。すなわち、まあこれね、平方完成してあげると、まあ、こういう風になるから、グラフはね、t イコール1っていうところを軸として最大値が1。ということは、1以下の全てのね、値を y は取り入れるわけでしょ。y は t イコール1以下の全ての値を取り入れますよと。だから、ここが1だとして、それ以外の以下の全ての部分は、x イコール1のところでは含むということがわかるわけ。こういう考え方。そうすると、ね、x イコール1の場合は、この地域を考えたらここか、x イコール2の場合は、この地域を考えたら、ね、2を代入したものの地域を考えて、あ、ここか、っていう風になっていく。で、その x イコール1、x イコール2、x イコール3、この流れで、x イコールラージ x の場合はどうですかっていう風に考えていくわけ。ね。じゃあ、x イコールラージ x。この時に、ラージ y の地域はどうですかっていう風に考えていくね。そうしたらこれ代入してあげて、y イコールマイナス t 2乗プラス 2xt という風になって、ね、じゃあ y がどういう範囲を取るのって言ったら、この地域でしょ。すなわち、二次関数の最大最小問題に落ち着くと。ね、二次関数のこっちの考え方で言うと解の配置問題だったわけだけど、こっちの考え方で言うと最大最小問題に落ち着く。で、最大最小問題っていうのは、どんなに難しくしたとしても、たかが知れてるのね、難しさっていうのは。今回の場合で言うと、ね、カッコ1だったら、これ、まず平方完成してあげます。y がこういう形なので、軸が t イコールラージ x ということがわかるでしょ。で、最大値がラージ x2 乗で上に凸ということは、x イコールラージ x のところで考えた場合、y の値は x2 乗以下のすべての値を取り得ると。そういうふうになるよね。ということで答えは y 小なりイコール x2 乗ということがわかるわけ。この考え方を使ってね、カッコにも解くと、ラージ y イコール、この平方完成そのままお借りして、もうこういうふうに y と、ね、t と x の関係が成り立ってるわけでしょ。で、今回 t っていうものは、t の絶対値は1以上じゃなきゃいけないんだよね。ということで、結局 t の絶対値が1以上っていう定義域のもと、t はこの範囲で動いていったときに、この右辺の最大値最小値っていうものを求めていきたいと。ね、地域を求めてあげてくださいね。結局、この二次関数の最大最小問題ですよっていう風になるよね。t の絶対値が1以上ってことは、まあ、領域としては
t イコール1と t イコールマイナス1のこっち側だよね。両端。で、軸が今、ラージ X で上に凸なわけ。そうすると、こんな感じ。そうすると、このね、例で言うと、ここの部分だよね。ここの部分が地域になって、じゃあ、その大きい方がここだとしたら、これ以下の全ての実数を取りますよっていうふうになるよね。そしたら、当然、軸のね、部分の、マイナス1よりこっちか、この間がここかっていうふうに場合分けしていけばいい。上に凸なわけだから、最大値を考える上では、このね、軸っていうものがすごく重要。だから、ラージ X がマイナス1以下の時と、マイナス1から1の間の時と、1以上の時で場合分けすればよくて、マイナス1以下の時は、一番大きいところっていうのは、当然頂点でしょ。この頂点が含まれるわけだから。よって、この t イコールラージ X の時のラージ X2 乗と。で、ここもラージ X2 乗ね。t が、ラージ X が1以上の時は頂点含むから。で、マイナス1以上1以下の場合っていうのは t イコールマイナス1の時と t イコール1の場合のどっちかが最大になるわけだね。その境目っていうのが、ここ。ちょうど真ん中の t イコール0のところ。だから t イコール0よりも t イコールラージ X が左側にある場合、ラージ X が0より小さい場合と0より大きい場合で、0以下の場合っていうものは一番大きいところっていうのはここになるよね。t イコールマイナス1。だから t イコールマイナス1をここに代入してあげれば、マイナス 2x マイナス1と。で、今度はラージ X が0以上の場合っていうのは一番大きいところは t イコール1になるから、これ t イコール1代入して 2x マイナス1というふうになるね。よって、こいつらが最大値になるわけだから、ね、最大値以下の全ての実数を取れるわけ。よって、小文字に戻してあげると、x 小なりイコールマイナス1。ね、x 小なりイコールマイナス1のとき、最大値 x2 乗だから、y は x2 乗以下と。で、x がマイナス1から0の間のとき。この間のときは、ね、マイナス 2x マイナス1が最大値なわけだから、y 小なりイコールマイナス 2x マイナス1と。で、続いて、x が0以上1以下のときは最大値が 2x マイナス1だから、y 小なりイコール 2x マイナス1。で、x が1以上のときは、ね、最大値が x2 乗なわけだから、y 小なりイコール x2 乗と。こういうふうに求めることができるわけね。まとめると、順増法の考え方っていうのは、本来だったらね、t についての二次方程式なわけだから、こういうふうに整理したくなんだけど、y だけ残してあげるわけ。で、y だけ残した上で、この右辺を t について変化させてあげた時の地域っていうものを考えていく。そうすることによって、二次関数の最大最小に落とし込んであげるんだよっていう話ね。で、その背景には、x イコール1の場合、x イコール2の場合、x イコール3の場合、y はどういう範囲にありますかっていうふうに考えていって、それをね、組み合わせて、じゃあ x イコールラージ x の時は y はどういう範囲ですか？その y はね、x2 乗以下です。じゃあ答え、y 小なりイコール x2 乗に他ならないよねと。こういうふうに求めていくわけ。で、最後にね、この今までの存在条件との接点っていうものを作ってあげます。まずね、領域内の点をラージ x ラージ y というふうに置いて、代入してね、ラージ y だけ残してあげるよね。で、これを満たす t が存在すればいいんでしょ？ t が存在すればいいよっていうふうに言える。じゃあ、このね、t が存在するためにどういうふうに考えればいいのかというと、これ実際にじゃあ、ラージ x イコール1の場合考えてみようか。そうすると、y イコールマイナス t 2乗プラス 2t でしょ？これを満たす t が存在するためにどうなればいいかというと、マイナス t 2乗プラス 2t の地域内に y が収まってればいいわけね。地域内に y があれば、ね、t が存在するというふうに言えるわけ。よろしいかな？もっとね、言ってしまえば、y イコールラージ y と y イコールマイナス t 2乗プラス 2t の、このね、定数分離形っていうふうに見てあげることによって、y イコールマイナス t 2乗プラス 2t と y イコールラージ y。これが交点を持ちさえすればいいっていうふうに見てあげることによって、結局 y イコールマイナス t 2乗プラス 2t の定義域っていうものを考えてあげればいいというふうになるわけ。だからこれを満たす t が存在するっていうのは y イコールラージ y と y イコールマイナス t 2乗プラス2ラージ xt。この2つのグラフが交わるようなラージ y の条件っていうものを考えてあげてくださいね。そうすると結果的に、ここのね、y イコールマイナス t 2乗プラス2ラージ xt っていうグラフがあって、その地域内に y イコールラージ y っていう横のね、直線がぶつかってあげればいいということがわかる。だからこの最大最小を求めるんだっていう発想に至るわけね。
これが順増法という考え方です。はい、まとめ。これでね、奇跡領域の全てのパターン、考え方っていうのは解説してきたんですけど、中にはね、ちょっと難しいよっていうところもあったんじゃないかなと思います。基本的にはね、この考え方をしっかりとね、抑えれば、もう本当に全部の問題が解けちゃうんですよ。なので普段からね、このパターンっていうものをしっかりと意識した上で、問題演習を積んでもらえれば、もう奇跡領域はもうバッチリ。ちょっとね、演習不安だなっていうふうに思う方はね、ぜひ、徹底基礎講座の方でも扱ってるので、概要欄の方からチェックしてみてください。今後もこういう数学のパターンの動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画出してほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。